こんにちは、あやはれです。今日は私が運動なしで痩せるために身につけた9つの習慣を紹介します。初めて動画を見てくださる方に簡単に自己紹介をさせてください。以前から動画を見てくださっている方は概要欄からスキップしてください。私は2年前の4月にダイエットを始め、運動なしで2ヶ月で10キロ減量しました。現在も体重をキープしています。私はもともと運動嫌いで、何度も運動するダイエットに挑戦しては挫折を繰り返していました。そんな時、ダイエットは食事9割運動1割という本に出会い、思い切って運動をやめて食事だけに集中することで短期間で10キロ減量することができました。今日はそんな私の1日のダイエットルーティンを紹介します。私はまず朝起きたら必ずベランダに向かって太陽の光を浴びて体を起こします。太陽光を浴びるとセロトニンというホルモンが脳内に分泌され、このホルモンがストレスを軽減してポジティブな気持ちを湧き起こしてくれると言われています。ダイエット中は特にできるだけ前向きな気持ちで過ごしたいので、私は意識的に太陽光を浴びるようにしています。もう一つのメリットとして、朝太陽光を浴びると体内時計がリセットされ、夜の睡眠の質を上げてくれると言われています。朝食を作ります。高タンパクな朝食をとった人はその日1日の摂取カロリーを抑えられるという研究データがあります。私はダイエット中は必ず高タンパクな朝食をとるようにしています。私は朝食に限らず毎食 25g のタンパク質摂取を目標としています。自分の現在の体重によって目標数値は変わるので、これからやってみようかなという方はまず自分に必要な1日の摂取目標を計算してみてください。私は時期によって朝食で食べるもののブームがあるのですが、今はオートミールにハマっています。もしオートミールが苦手な人は、私の朝食レシピは別の動画でまとめていますので、ぜひこちらのレシピも参考にしてみてください。私はダイエットを機に1日2リットルの水を飲むようになりました。私が考える水を飲むメリットは大きく2つあります。1つ目に喉を常に潤していくことで食欲が落ち着くこと、そして2つ目に便秘解消効果です。ダイエット以前は全く水を飲む習慣がなくて、朝 500ml のペットボトルを会社に持って行っても飲み切らずに持ち帰るぐらい1日の水分摂取量が少なかったです。最初は目標1リットルに設定して、とにかく常に水を持ち歩き、何か動作する前に一口飲むという習慣を身につけました。実践してみて効果を感じたのが、まず以前より食欲が落ち着いたこと、特に間食したい欲が減っていることに気づきました。おそらく私の場合、喉が渇いているだけなのに、それをお菓子や食事に含まれる水分で満足させていた可能性があり、常に喉が渇く前に水で潤すことで食欲が落ち着いたのではと考えています。もう一つ、便秘解消に効果的でした。私は極度の便秘症で長年悩まされていたのですが、しっかり水分をとり食事を見直したことで便秘の悩みから解放され、同時に体重も落ちていきました。私は1日水の摂取目標を2リットルに設定していますが、あくまで目標なので達成できない日もあります。2リットルという量にこだわるのではなく、意識して水を飲むことが大事なので、まずは 500ml、1リットルなど自分の無理のない範囲で設定して挑戦してみてください。昼食を作ります。
今日はメインのおかずに鮭の粒マスタード焼き、玄米 100g、 そしてわかめとえのきの中華スープを作ります。私はダイエットを機に白い炭水化物と呼ばれる白米やうどん、パスタなどの小麦粉製品をやめ、茶色い炭水化物と呼ばれる玄米、オートミール、もち麦などの食材を主食として食べるようにしました。白い炭水化物は消化吸収が早いのでお腹に溜まりにくく、たくさん食べ過ぎてしまうこと、そして食べると血糖値が急上昇するため体に入った糖が脂肪に変わりやすいと言われています。一方、茶色い炭水化物は消化吸収が遅いので少ない量でも満足感を得やすく、血糖値も緩やかに上昇するため脂肪に変わりにくいと言われています。私は1食あたり玄米やもち麦は 100g から 120g、 オートミールは 30g から 50g を目安にしっかり噛んで食べるようにしています。鮭は高タンパクな食材で、魚の脂質は脂肪燃焼効果も期待できる良質な油と言われています。私はダイエット中は魚を積極的に食べるようにしています。私は食事の際は必ずスープから飲むようにしています。私はもともと早食いしてしまう癖があり、ダイエット以前は空腹の状態から好きなものを一気に口に書き込むような食べ方をしていました。しっかり噛んで落ち着いて食べるために、まずはスープを飲んで空腹状態を落ち着かせ、その後におかずやご飯を食べる習慣を身につけました。水分でお腹がある程度満たされると食事を味わう余裕ができるので、私には非常に効果的でした。私と同じように早食いしてしまう癖がある方はぜひやってみてください。ながら食べをやめて、食事中は目の前の食事に集中する習慣をつけました。この習慣のおかげで以前よりも満足感を得られるのが早くなり、この量でもう結構満足してると早い段階で感じ始めれるようになった自分にびっくりしました。何かをしながら食事をすると無意識に噛む回数が減ってしまって、脳が満たされた感覚を得るのに時間がかかってしまっていたのかなと思っています。なのでしっかり満足感のある食事をするために、私は食事中はスマホや PC と距離を置いて食事をするようにしています。午後のお仕事に戻ります。仕事中も必ず目に入る範囲にお水を置き、定期的にお水を飲むようにしています。少し小腹が空いたので間食をします。私はダイエット中はお菓子とジュースをやめて、素焼きナッツと高カカオチョコレートを食べるようにしています。素焼きナッツは10粒程度、高カカオチョコは2つまでと決めています。素焼きナッツはカロリーは高いですが、ナッツに含まれる脂質は良質な脂質と言われていて、10粒程度でも満足感がかなりあります。高カカオチョコレートはカカオに含まれるカカオポリフェノールが体脂肪の燃焼を促進してくれる効果があると言われています。これだけ聞くとダイエット以降ずっとお菓子を食べていないのと思われるかもしれませんが、そんなことはないです。2ヶ月で10キロ痩せたダイエット期間中はお菓子とジュースは完全にやめていました。今はリバウンドしない程度にゆるーくダイエットを継続している状態なので、お菓子を食べることもあります。ちょっと太ったかなと思ったら食事を見直してお菓子をやめて、素焼きナッツと高カカオチョコを間食に食べるという感じで調整しています。夕食を作ります。今日の夕食は鶏胸肉の甘辛焼きと味噌汁、そして玄米ご飯の代わりに焼き豆腐を食べます。私は仕事柄どうしても遅い時間に夕食をとることが多いため、睡眠までの時間が短い時は消化吸収の遅い玄米の代わりに胃の負担の軽い豆腐を食べるようにしています。
夕食の後は寝るだけなので、とにかくいい睡眠をとることを第一優先に食事をしています。玄米ご飯は消化吸収が遅く腹持ちがいいため、日中はお腹が空きづらくありがたいのですが、睡眠までの時間が短い時に食べると私は少し満腹感で寝づらさを感じます。なのでだいたい夕食が8時9時を超える場合は豆腐に置き換えるようにしています。あくまで睡眠の質を上げるためにこうしているだけなので、早めに夕食が取れる時はいつも通り玄米ご飯を 100g から 120g 食べています。睡眠時間が6時間以下になると食欲を増進するホルモンが増えるという研究データがあります。なので私は毎日必ず7時間の睡眠時間を確保するようにしています。さらに睡眠の質を上げるために私が気をつけていることが3つあります。1つ目に日中できるだけ太陽光を浴びておくこと、2つ目にできるだけ早めに夕食をとること、もしくは睡眠に支障をきたさない胃の負担の軽い食事を心がけること、3つ目に枕元にスマートフォンを持ち込まないことです。質のいい睡眠をとると朝起きた時にポジティブな気持ちでスタートできるので、私はダイエット中は特に睡眠の時間と質を意識するようにしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は2年前のダイエットスタート時のことを思い出しつつ、さらにこの2年で増やした知識と実践して身につけた習慣をまとめてお話しさせていただきました。すべて完璧にやる必要はないですし、私もこれらの習慣がすぐに身についたわけではありません。ダイエット当初は今まで何も考えずにとっていた食事に気を配るようになり、さらに効率よく痩せるための新しい知識を探したり、今当たり前の習慣になっていることも当時の私にとっては本当に大変だなと感じることばかりでした。しかし日々の積み重ねが結果につながると信じて継続してくれた過去の自分のおかげで見た目を変えることができました。そして実は見た目以上に変わったのは精神面で、私はダイエットをしたおかげで自分自身をもっと理解して自分自身を大切にしたいと思えるようになりました。以前の私は自分の欠点を見つけると誰かと比較して、なんで自分は同じようにできないんだろうと自分の欠点をなかなか受け入れることができませんでした。そのうち変わりたいと思うことさえ諦めるようになり、いろんなことから目を背けてきました。しかしダイエットを始め、自分を変えるためにはまず今の自分を受け入れて、今の自分と折り合いをつけていくことが重要だと気づきました。どんなに素晴らしいダイエット方法でも今の私の生活では継続するのが難しいと思うことは自分に無理強いさせない、他の方の知識を借りて私が継続できる方法を工夫して見つけていく。新しい食事や習慣を取り入れたら体重だけでなく体の状態や精神面の変化にも気にかける。そうやって自分の体の反応や自分の気持ちと向き合っていくうちに自分の欠点も少しずつ受け入れられるようになりました。生きづらいなと思っていた人生が少しずつ生きやすい人生に好転し始めた気がします。これからダイエットを始める方、今ダイエット中だけどなかなか思うような結果が出ない方は、まずはどれでもいいのでできそうなことから挑戦してみてください。これはしんどいなって思うことは少し目標を低く調整したり、自分なりに工夫できる方法はないか探してみてください。自分の体は自分の相方だと思って決してできない自分を責めたりせず、自分と相談しながらダイエットを進めてみてください。以上、あやはれでした。